皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。今回はですね、1月の9日、10日、11日とね、お祭りのある柳原恵比寿の様子をお送りしていきたいと思います。これね、今年のお祭り見たんですけど、結構スカスカなんですね。今日はね、かなり寒いということもあるんですけれども、どんな感じなのかなということでね、お送りしていきたいと思います。それでは、のんびりと参りましょう。はい、2025年に入りまして、このね、恵比寿祭りが大きなイベントの一つになるんですけども、これね、左側ね、大黒天があるんですけども、大黒天はね、一旦飛ばしまして、先にね、恵比寿神社の方に行きたいと思います。このね、恵比寿様の方にね、古いお札を返却するというね、作業をしたいのでね。しかし、全然、夜店が出てませんね。夜店というか屋台ね、ガラガラですね。やはりコロナの後ね、全然皆さんね復活してないんですかね。はい、奥がね、お札をね返すところですね。これね、袋は、ポリエステルなんでね、これは持って帰ってねって言われましたね。で、この後、大きなね、樽のある、賽銭箱ですかね。目の前のこちらですね。こちらの方に、お参りをまずいたします。まだね、9日で、夕方の4時半ぐらいだったんでね、結構まだ空いてましたね。で、お参りの後、この右側がね、神楽を奉納する場所ですね。多分アルバイトかなんかのね、巫女さんが神楽を奉納する場所ですかね。で、この奥がね、恵比寿様ですね。で、このね、奥にある冷凍マグロにお賽銭投げて貼り付けようとする人がね、結構いたみたいなんですけど、これってはっきり言って意味ありませんのでね。はい、結構でかいマグロですね。近くにね、中央卸売市場があるんでね、こちらにはマグロがね、入ってるんですかね。で、その横にある、お稲荷さんですね。で、横にね、線香と、あとろうそくがあるんですけどね、線香2本とろうそく1本で100円っていう、結構いい商売してますよね、これね。はい。でね、鳥居がたくさん並んでるお稲荷さんですね。で、今日風がかなり強いんで、ろうそくの火が全部消えちゃってね、もう、ろうそくが全く、なくならずにね、結構残ってましたね。どこに立てようかなってね、ちょっと考えましたね。横に置いたんですけどね。で、ろうそくをね、ろうそくじゃないです。お線香ですね。お線香はできるだけ真ん中からね、立てていってくださいね。やけどだけ気をつけてください。はい、こちらへね、柏手をね、2回打ってね。はい。で、この次ね、お札を買いに来ました。毎年こちらでね、お札をいただきますんでね。こちらも同じですね。同じ1000円ですよね。でね、最初は紙のね、お札をいただくことしたんですけども、紙のお札ね、幅が広すぎて、神棚に入らないことを思い出しましてね、下の急遽ね、木札に、変えさせていただきました。木札はね、神棚の方に入りますんでね。恵比寿さんなんでね、笹をね、結構、持って帰る人いると思うんですけど、今回笹があんまりなかったですね。でね、その後はね、福海寺さんの大黒天さんの方に来ました。で、こちらもね、まだ時間が早いということで、まだ5時になってないということで、結構空いてましたね。で、奥にね、鐘があるんですけど、鐘というか、ドーラですかね。あれに賽銭投げでガンで音を立てるっていう人いましたね。で、普通ね、人に物をあげるときに投げないですよね。ちょっとこれ多分失礼に当たると思うんですけどもね。
で知り合いにこの黒い大黒天ね、怖い顔してるよーっていう説明してますね。で、外へ出まして、こちらね、恵比寿祭りの9日から11日の間だけ、金色のね、御朱印っていうのを発行してるんで、これ欲しいなと思ってね、ずっとね、狙ってるんですよね。値段は確か500円だったかな。はい。で、こちらがね、駅へ向かう参道になります。風結構きついでしょ。めちゃくちゃ風きつくてね、屋台の方がね、テントにしがみついてましたね。もう、屋根が飛ばされるっていう感じでね。で、見ていただいたら、結構ね、屋台と屋台の間、結構スペースあるところあるでしょ。で、風もきついし、で、テントの隙間のからね、風が吹き抜けてくるんで、めちゃくちゃ寒いんですよね。今日はね、強風注意報かななんか出てましたよね。もう寒波すごいですよね、今日は。で、ここめちゃめちゃ空いてるでしょ。昨年以前はね、ここ結構屋台が詰まってたんですよね。でも昨年もね、その前もね、流行り病で、全然お客さん来てなかったんでね、多分屋台が来てないくなったのかなという気はするんですけどね、本当かどうかわかりません。で、最近屋台見てたら、昔ながらのね、酒まんとかそういうのがなくて、あれはなんだっけ、トルネードポテトとか、くじ引きとか、そういうね、最近のものが結構多かったですね。私はね、あんまりそういう最近のものって得意じゃないんですよね。酒まんとか、あと、よくてたい焼きとか、ただたい焼きもね、1尾150円か200円近くしますもんね。ぼったくりだろうっていう感じはしますけども、以前にね、何回かしかこういうお祭りとかいうのがないのでね、その辺は仕方ないのかなという感じはするんですけどね。当然ここに屋台建てるのに、ね、場所代っていうのもかかりますしね。人がね、まだ全然少ないでしょ。まだね、5時過ぎてすぐだったかな、これ。だから会社がね、終業して、まだそこまで時間が経ってないんでね、まだこちらにも来てないかもしれないですね。で、人が少ないのかもしれないですね。で、今日かなり風がきつくてめちゃくちゃ寒いんでね、それで来てないということもあるかもしれないですね。ここも全然屋台ないでしょ。ガラガラなんですよね。もうガラガラでね、余計に寒く感じるんですよね、これね。はい。だいぶね、歩いてまいりまして、もうすぐね、JR の兵庫駅の目の前まで行きます。で、兵庫駅までがね、この参道の屋台ですね。はい。ここまでですね。で、ここからは兵庫駅で入って、昔はね、兵庫駅の北側も屋台あったんですけど、最近は北側も今回見ましたけどね、全く屋台がないですね。で、風がきつくて、もう飛ばされそうになりましたしね。で、こちらはね、風そんなにきつくないんですよね。要は駅前のね、ビル風が結構ひどいんで、こっちはね、ビル風がそこまでひどくはなかったですね。ビルが結構離れてるんでね。目の前にガストがあって、1階がね、国民薬局があるんですけどもね。もう寒くて仕方なかったです、これ。はい。でね、この左側が、さっき言ったことでね、ガストと国民薬局なんですけども、その奥にね、紅葉というスーパーマーケットがあって、で、その奥がね、JR の兵庫駅になります。こちらね、各駅停車と、あと快速列車が止まりますね。新快速は止まらないです。で、中入りましたらね、そこまでまだ人は多くなかったですね。江別さんね、初日ということでね、また時間も早いですしね。ただ今日結構列車遅れ出てましたね。風かなと思ったら、なんか信号じゃなかった。踏切のね、確認とか言ってたんでね、多分車かなんかがね、無謀横断したんでしょうね。はい、これからどんどん人が多くなって、私がね、また帰る頃にね、結構大勢の人になりましたね。はい、今回の動画この辺りで終わりたいと思います。今回の動画良かったと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価、あとコメントをいただけましたら大変嬉しいです。それではまた次回皆様とお会いできるまで、さよなら。